こんにちは、バーケンです。相続してしまった砂山を移動しています。動画の7本目です。ダンプ1台に土砂を積み込むのには10分くらいかかります。そしてバケットはこの間に27回往復しています。ここには全部で148トンの土砂があるので、ダンプに1回2トン乗せるとすると、ダンプを74往復しないとなりません。この砂山ですが、東尋坊みたいで美しいと思うのは私だけでしょうか。車の後ろに土を下ろすとき、スペースの調整が分かってきました。たくさん下ろしたいので後ろに寄りたいけど、寄りすぎるとうまく流れず、前すぎるとスペースがもったいないんです。ダンプアップするシーンですが、真後ろから撮影したものが一つもありません。次回挑戦します。また積み込みに戻ると、バケットで土を一すくいした時にユンボが揺れました。安定しないのですぐに場所を微調整します。横転したら時間もお金もかかるので、とにかく慎重に作業していきます。そういった当たり前のことに少しずつ気づくようになってきました。赤丸のあたりに土を集めると、ユンボを旋回するだけでちょうどダンプに運べますので、ひたすらこれを繰り返します。さて次に崖を崩しますが、この作業が本当に気持ちいいです。それとバケットに土をいっぱいに入れるのも気持ちよいですし、ハイド板で大量に押すと気持ちよいです。同じ映像が続くので10分ほどカットしました。東尋坊みたいな砂山もだんだん減ってきました。なるべく最後まで砂山は崩さずに残します。その方が美しいと思います。前回雨だったこの土地ではダンプがはまりましたが、今回は晴れているので全然はまらないことが分かりました。ガンガン車を移動します。またまた同じような映像が続きます。今回は9分40秒でバケットが29回でした。次に乗せやすいようにこの辺に土を集めています。いいシーンが撮れましたけど、撮れたのは部品です。原因はネジの締めが甘かったこと。
手で締めただけで工具を使わなかったら振動で緩んでしまい、あっという間に紛失しました。まあネジはまた買えばいいんです。大きめのホームセンターならいろんなサイズのネジが売っているので必要なものが見つかります。実はチェーンソーのネジもそこで買ったことがあります。私ちょっと雑なのでネジが緩みがちなんです。自分自身のネジも含めて。中途半端なところで止まるとはまってしまうので一気に前に出ます。そしてまた積み込みです。今回は10分でバケットは34回でした。さて父ですが、息子にこの砂山のことを一切伝えずに亡くなったことに、父は自分のことしか考えていなかったのだと改めて感じています。今回の相続を経験して、私は自分が死ぬ時には残された人に迷惑をかけずにすっきりと旅立ちたいと思うようになりました。それが普通のことだとは思いますが、この砂山に登り降りするのもいずれ終わりますが、なるべく最後まで登れるように残します。用水に土砂がたくさん入ってしまいました。これを拾うのはかなり大変そうです。なるべく落とさないようにしたいけど、スピードを上げると土砂がポロポロこぼれてしまいます。次の積み込みをしやすくするため、ハイド板で土地を押し整えます。作業中、視聴者さんからのアドバイスで、ハイド板でガンガン押してもユンボは簡単に壊れないと知りました。それまでは特に足回りが痛みそうだと思っていたんです。上から山を崩すのは本当に気持ちよいです。これまでバケットで土を押して奥に移動させていましたが、この方法はあまり推奨されないようです。次は11分で34回でした。今回は多めに積みました。3.5 トンダンプなので、これでも化石採はクリアしているでしょうか。 YouTube で後悔して後悔することにならないでしょうか。
150分くらいの作業をおよそ10分の動画にまとめました。そろそろいい時間になってきたので今回は終わり。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。皆さんとこの砂山を片付けたいので、ぜひチャンネル登録もお願いします。